よぷよへと潜水70億円ヒットが翌年倒産したわけを税理士が解説。かつてゲーム業界に伝説を残し、わずか数年で天国から地獄へと転落した会社があります。落ち物パズーの代名詞として今も愛されるぷよぷよを生み出したコンパイルです。全盛期の売上高は約70億円に達し、出すゲーム全てがヒットするような狂乱の時代がありました。しかし、その絶頂期からわずか1年後、会社は実質的な破綻を迎えることになります。ぷよの前消しのように、積み上げた資産も名声も一瞬で消えてしまったのはなぜか。爆発的なヒットが生んだ莫大な利益が、どのようにして経営を蝕んでいったのか。今回は、数字の裏側に隠された無謀な野心と、あまりにも極端なエコ節水のドラマを紐解いていきます。この動画を見れば売れても潰れるわけが数字でわかります。映画、1990年代半ば、ぷよぷよは単なるゲームの枠を超え、一つの社会現象として日本中を席巻しました。爆発的なヒットの象徴と言えるのが、当時の売上高です。1997年3月期の決算では、年間売上高は約70億円という、当時の中堅ゲームメーカーとしては驚異的な数字を記録しました。まさに、ぷよぷよが画面を埋め尽くす勢いで、会社には莫大な資金が流れ込んでいたのです。この利益を背景に、コンパイルは信じられないスピードで組織を膨張させてきました。わずか1年ほどの間に、従業員数は約200名から400名を超える規模へと倍増しています。毎月の給与支払いだけでも数億円という固定費が発生する巨大組織へと、一気に変貌を遂げたのです。さらに、広島の一ベンチャー企業だったにもかかわらず、その勢いは納税額にも現れます。高額納税者番付に社長の名前が並ぶほど、生み出された現金は凄まじいものでした。当時はぷよぷよのキャラクターを模したぷよったというお菓子だけでも、年間数億円を売り上げる副業に成長していました。ゲームソフトの販売、ライセンス料、そして関連グッズ、あらゆるチャンネルから数千万、数億という単位で資金が集まり、会社はまさに無敵の状態にあるかのように見えました。しかし、この潤沢すぎる資金こそが、後に会社を飲み込む彼のフェーズの危険な呼び水となっていくのです。枯渇、絶頂期の翌年、積み上げたはずの70億円という巨額の売り上げが、まるで魔法が解けたかのように姿を消しました。破綻への引き金となったのは、本業のゲーム開発とはかけ離れた無謀な投資の数々です。千葉県でのぷよぷよランド建設に向けた土地取得や、全日本プロレスの数億円規模のスポンサー契約、さらにはオートバイレースの参戦、こうした直接的な利益を生まない事業に、数千万、数億という単位のキャッシュが次々と投じられました。さらに経営を圧迫したのが、急激に膨らんだ400名以上の組織維持費です。売上がピークを過ぎても、毎月数億円規模で発生する人件費や固定費は止まりません。ベンチャー特有の勢いだけで増やした人員は、ヒット作が出なくなった瞬間に、会社を沈める巨大な重しへと変わりました。加えて、当時としては異例の3億円とも言われる大規模な広告宣伝費の投入や、ビジネスソフト分野への無謀な進出が追い打ちをかけます。多角化した事業はことごとく赤字を垂れ流し、資金繰りは急速に悪化、銀行からの融資も限界に達しました。1998年、コンパイルはついに和議を申請、負債総額は約75億円にまで膨れ上がっていました。前年に70億円を稼ぎ出した会社が、その売上高を上回る借金を抱えて倒れるという、ゲーム業界でも類を見ない衝撃的な結末を迎えたのです。まさに連鎖が止まらず、画面上のぷよが全て消え去るように、コンパイルという組織そのものが市場から姿を消すこととなりました。復活、コンパイルが破綻した後、ぷよぷよというブランドは世界と引き継がれ、ビジネスモデルを劇的に変えることで再建が進みました。まず、セガは2003年に約5億円と言われる対価で、ぷよぷよに関する全ての知的財産権を完全に取得しました。これにより、分散していた権利が一元化され、大規模な再始動が可能となりました。新生ぷよぷよの成功を象徴するのが、スマートフォン向けアプリぷよぷよクエストの数字です。2013年の配信開始から順調にユーザーを増やし、現在までに累計2800万ダウンロードを突破する巨大コンテンツへと成長しました。このアプリ単体で、かつてのコンパイルの年商をはるかにしのぐ収益を、長期にわたって安定的に生み出しています。また、パズルゲームを競技へと昇華させた点も数字に現れています。2018年に日本 e スポーツ連合の公認タイトルとなって以降、賞金総額100万円を超える公式大会が定期的に開催されるようになりました。現在、プロライセンスを保持する選手は30名を超え、最高峰の大会では同時視聴者数が数万人を記録するなど、新たな経済圏を確立しています。コンパイル時代の売上高70億円という数字は、当時は一過性の爆発でしたが、現在のセガ体制下では、多角的なプラットフォーム展開とプロリーグの運営により、持続可能なビジネスへと進化を遂げました。倒産というどん底から、権利取得、アプリの数千万ダウンロード、そしてプロ競技化、ぷよぷよは、資本と戦略を入れ替えることで、かつての栄光を上回る市場規模を維持し続けています。これほどの巨大な利益を手にしながらの破綻を回避するには、どこで舵を切るべきだったのか、数字と経営の視点から3つの分かれ道を提示します。人員計画、最大の失敗は、
1年で社員数を200名から400名倍増させたことです。売上高70億円に対して、毎月数億円かかる固定費はあまりにも重すぎました。もし増員を開発現場のコアメンバー数十名に止め、あとは外部パートナーとの連携を活用していれば、キットが落ち着いた時期でも数億円の利益を内部留保として残せたはずです。本業専念、ぷよぷよランドやプロレス工業、オートバイチームといったゲーム開発とシナジーのない事業に数億円単位を投じたのは致命的でした。これらの資金を次世代機向きの開発ライン拡充や当時普及し始めていたオンライン対戦技術の研究に投じていれば、他社に先んじてパズルゲームのプラットフォームを独占し、セガに権利を売却することなく独立を維持できた可能性があります。ライセンス、コンパイルは自社で製造や販売、さらにはぷよぬたのような物販まで抱え込み、全てのリスクを自社で背負っていました。もし早い段階でキャラクターのライセンス供与を中心とするビジネスモデルに移行していれば、自社の負債を最小限に抑えつつ、他社の資本を使って市場を広げることができました。そうすれば、売上高が下がったとしても、ロイヤリティ収入だけで年間数億円の営業利益を出し続けるスリムな高収益企業として存続できたでしょう。税金、実はコンパイルの凋落には税金も大きく影響しました。当時のコンパイルの納税状況と、経営を圧迫した税金のメカニズムについて解説します。長者番付、1990年代半ば、コンパイルの利益は凄まじく、1996年には当時の社長が広島県内の高額納税者番付で上位に名を連ねるほどでした。法人の利益としても、売上高70億円に対して相当な額の法人税を納めていたと推測されます。当時は、稼いだ利益をそのまま次年度の無謀な投資や固定費に回してしまったため、会社に現金を残すという守りの姿勢が欠けていました。翌年に納税、税金は前期の利益に対して課せられるため、業績が急降下した時期にこそ重くのしかかります。コンパイルの場合、70億円規模の売上を上げた絶頂期の翌年に、多角経営の失敗で資金繰りが悪化しました。手元のキャッシュが枯渇しているタイミングで、前年度の巨額の利益に対する法人税や、膨れ上がった社員数に応じた社会保険料の負担が重なり、経営をさらに絞り上げることになりました。節税、一般的に、急激に利益が出た企業は税金を減らすために経費を使おうとしますが、コンパイルの場合はそれがぷよぷよランドの土地取得やイベントへの過剰な投資につながりました。本来であれば、将来の不況に備えて法人税を払ってでも内部留保を厚くするか、本業の技術開発に再投資すべき資金を、一過性の派手なプロモーションに投じてしまったことが、倒産へのカウントダウンを早めたと言えます。功績、確かにぷよぷよのコンパイルは事業としては失敗に終わりました。しかし、もしコンパイルが堅実な会社で、70億円をただ貯金していたら、今のぷよぷよ e スポーツやぷよくえは生まれていなかったかもしれません。あの無謀な宣伝、あの派手なイベント、そして社長の熱狂があったからこそ、ぷよぷよは30年経っても色褪せない伝説になりました。経営としての正解は倒産しないことですが、文化としての正解は記憶に残ること、そう考えると、コンパイルは70億円を使って私たちに最高のエンターテインメントを残してくれたとも言えるのではないでしょうか。いかがでしたか？ぷよぷよの70億円の使い方はやはり失敗だと思いますか？それとも